RX78KU01 クレベナール、RX78AN01 ガンダム AN01 トリスタンを中枢ユニットとして専用の巨大アームドベースと合体した形態がこの拠点制圧用モビルスーツクレベナールである。今回はクレベナールの機体解説とその中枢ユニットを担うガンダム AN01 トリスタン、そしてクレベナールの代役機として漫画版に登場したガンダムトリスタンフェイルノートの解説を行います。ぜひぜひ最後までご視聴ください。クレベナールの機体構造。その機体構造は GP 計画で誕生した拠点防衛用試作型モビルスーツ RX78GP03 ガンダム試作3号機デンドロビウムの開発コンセプトを引き継いでおり、モビルアーマーに対抗できる圧倒的な攻撃力とモビルスーツの高度な汎用性を併せ持つ機体として完成している。特筆すべきは拠点防衛用モビルスーツとして開発されたデンドロビウムに対してクレベナールは拠点制圧用モビルスーツとして開発されている点にあり、アイフィールドジェネレーターを搭載しない代わりに火力に重点を置いた仕様で構成され、特殊で強力な武装を多数搭載している。またクレベナールは複合企業集団ブッホコンツェルンが創設した私兵部隊バーナムが極秘裏に開発したモビルスーツであるが、参考としたデンドロビウムの開発データや各ユニットに使用されている装甲材、各種資材などの入手経路は不明とされ、その外観や機体構成からデンドロビウムとの関連性を伺わせるが、詳しい設定は現在のところ明かされていない。バーナムとはマイッツァロナを指揮官とする施設武装組織であり、クロスボーンヴァンガードが創設される以前に設立され、ここで運用されたモビルスーツのデータは後のクロスボーンヴァンガードのモビルスーツ開発に役立てられることになる。トリスタンを中枢ユニットとするアームドベースクレベナールはデンドロビウムにも採用されていたメガビーム砲や大型ビームサーベル、ウェポンコンテナ方式を継承しているが、このウェポンコンテナはマイクロミサイルポッドと5連装ビームポッド、大型クローという3種の武装を重ねて構成されているもので、使い切ったコンテナはパージし、その下にマウントしている武装を使用するという独自の戦術をとる。機体上部には HSD キャノンというビーム砲が搭載されており、メガビーム砲との併用により速射性に優れるコンビネーション攻撃が可能となっている。大型ビームサーベルや5連装ビームポッド、大型クローは遠隔操作が可能な兵装で、5連装ビームポッドに関してはこれまでにない特殊兵装となっており、ウェポンコンテナから2機の巨大ユニットを放出後、遠隔誘導無線による拡散ビームを360度方向から発射する。相対したアハバージールのパイロットアルレット・アルマージュは、なんだこのビームはと驚愕していた。アームドベースにドッキングした際のトリスタンはステイメンと異なり肩部までを埋没する形でドッキングするため、腕部は使用することができないものの、トリスタン専用のビームライフルをアームドベース内に収納しているため、分離後も即座に戦闘可能となる。本来は試験運用が目的だったのだが、サイコフレーム回収作戦をめぐる戦いにおいてマスティマと交戦状態に入ったことから、クレベナールが実戦に投入されることになり、アルレット・アルマージュの乗る AMAX4 アハバージールと激闘を繰り広げている。RX78AN01 ガンダム AN01 トリスタン。宇宙世紀0096サイコフレーム回収計画をめぐる戦いに投入され、クレベナールのコアユニットとなる機能を付与された機体がこのガンダム AN01 トリスタンである。ガンダムタイプである本機のその正体は、ニュータイプとして急速に成長するアムロレイの驚異的な反応速度に対応するべく、地球連邦軍が開発したニュータイプ専用ガンダム RX78NT1 アレックスを原型とする回収機である。アレックスからトリスタンへの回収にはさまざまな組織施設を渡り歩き完成に至っている。一年戦争終結間近に発生したリボーコロニーでの偶発的な戦闘によって中破したアレックスは修理のためルナ2へと移送された。しかし宇宙世紀0081月1日、一年戦争は終結を迎え、配備する予定であったホワイトベース隊も解散したため、中破した状態で4年間放置されてしまう。その後オーガスタ研究所へと移送されたアレックスは戦術戦略研究所によって修復改修が施されるのだが、グリプス戦役時にオーガスタ研究所が閉鎖へと追い込まれると、その管理をサナリーへと移管し宇宙へと移送されることになる。ところが移送中に
オーガスタ研究所の強化人間フェルモ兄弟によって強奪されると、紆余曲折を経て銅器はルナ家の保有物となり、ブッホジャンク社でさまざまな改修評価が施された後、トリスタンの機体名が与えられ、ブッホ社の私兵部隊バーナムに配備されるという特殊な開発経緯を持つ機体となっている。この時サナリーとブッホ社の間には秘密裏に協定が結ばれており、トリスタンの保有者はあくまでサナリーで、バーナムには銅器を貸与するという形式が取られており、水面下でサナリーとブッホ社が関係を構築。後にクロスボーンヴァンガードが小型で高性能なモビルスーツを開発するに至るという一つの伏線が張られている。クロスボーンヴァンガードがなぜ高性能な小型モビルスーツを開発できたのかについては、同チャンネルの動画をご覧ください。トリスタンの機体構造。中破したアレックスに最新パーツから旧式のジャンク品までを流用し改修されたトリスタンは、そのほとんどをさまざまなユニットで新造しているため、外観に加えて機体構造自体もアレックスの原型をとどめていない仕様になっている。あえて言うならば、脚部や胴体部のエアインテーク、ワンブガトリングガンにアレックスの面影を感じることができる。ザク2回との戦闘で失われた頭部には長短2対のブレードアンテナを備えるユニットが採用され、バックパックや足裏のスラスター、胴体部の形状などはジャンク品などによって新造されている。バックパックに関してはガンダムマーク2に酷似しており、ビームサーベルとバーニアアームが一体化した同型のユニットを採用しているが、スラスターに関してはマーク2と異なるものが搭載されている。武装はアレックスの 90mm ブガトリングガンをそのまま流用したものに加えて、ニューガンダムが装備していたそれに近い形状のビームライフル、専用のシールドなど標準的な武装を装備。トリスタンのパイロットにはオーガスタ研究所出身の強化人間にしてバーナム所属の傭兵クアンタン・フェルモが務め、アクシズへの潜入作戦に投入。その際アクシズ内でシャア専用に調整されたザク3回と交戦しており、くしくもアレックスとザク2回の戦闘から15年の時を経て、再びアレックスの回収機とザクの回収機が激突するという運命をたどっている。RX78AN01FA ガンダムトリスタンフェイルノート。この機体はブッホ社がサナリーから貸与されたトリスタンにフェイルノートシステムと呼ばれる試作型攻撃ユニットを装備させた形態。漫画版機動戦士ガンダムトワイライトアクシズにてクレベナールの代役機として登場しており、ブッホ社が次世代型モビルスーツ開発のために開発した装備形態の一つ。トリスタンの各部に増加装甲と推進機、準サイコミュ兵装インコムなどが追加装備され、一種のフルアーマー形態と呼べる。腕部、肩部、脚部、バックパックに軽8機搭載されたインコムによる半自動式の攻防を主体に、パイロットには高機動性能を持つ本機の機体制御に専念させるというコンセプトで開発されている。背部に搭載されたフィンノズルは後のビギナギナに採用されるひな型と呼べるもので、運動性を飛躍的に向上させ、頭部背面のツインアイタイプのセンサーパックは情報収集能力に優れ、ビームサーベルの機能も有するインコムの稼働効率を上昇させている。インコムは採用されなかったものの、フィンノズルやセンサーパックなどの装備は後年に開発されるクロスボーンヴァンガード製モビルスーツに影響を与えることになる。バーナムが独自に開発したクレベナールはアレックスをベースに改修されたトリスタンとデンドロビウムの開発コンセプトを引き継ぎ完成したアームドベースを融合させた機体であり、ガンダム作品では珍しくガンダムタイプである本機が敵として描かれていた。以上、クレベナールの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。